いい大きさになったところで、通常2日後の朝に採卵をするという多嚢胞性卵巣であっても体外受精はできるし、はい採卵日は基本的にですね卵胞の発育を、見ていきながら、いい大きさになったところで、通常2日後の朝に採卵をするという流れになっています。ただ、その時にですねその2日後の朝の、都合が悪いというのが、分かってもなかなかその時点で後にずらすことが難しい場合があります。排卵してしまうリスクとか、卵が育ちすぎてしまうリスクなので、一応外来のですね時間の最中に、おおよそ、この日あたりぐらいに採卵になる可能性が出てきますが、もし都合が悪いところがあれば事前に言っていただくとそれを考えて診察日を、少し変えていくと、そういうことで皆さんほとんど対応、していただけると思いますので、ある程度のそういった都合は、考慮できるんじゃないかなと思っています。多嚢胞性卵巣症候群というのはですね非常によくある状態で、大体、月経不順の方の40% ぐらいが実は多嚢胞性卵巣というふうに言われています。で基本的には卵子はたくさん卵巣の中に持っているので多嚢胞性卵巣であっても体外受精はできるし、もちろん過去に多嚢胞性卵巣で体外受精をされている方は数多くいます。で一般的にその多嚢胞性卵巣の卵子は、正常な方に比べて質が良くないと言われているっていうのもあるんですが、質のいいものに関しては、そうじゃない方と同等であるというふうに言われてますし、実際に多嚢胞性卵巣の方の体外受精をやってみるとやっぱり通常の方に比べてたくさん取れることが多いし、比較的取れたものの多くがいい発育をですねすることが、経験的にはあるので、そこまで不利になることはねないとは思っています。はい。ですね、一般的にですねお薬に関しては、個人差があるので何か予期せぬ反応が起きるかどうかということに関しては一概には、お話しできないんですが、例えば一般的に症状が例えば出るかというと、排卵誘発の飲み薬であればよくあるのが頭痛がするとか、あと多少ちょっと気持ち悪くなるとかね、そういうことを言われる方がいますが、ほとんどの方はあまり訴えはないですね。あと排卵誘発の注射ですね、これも個人差大きいんですが、例えば注射を打った部位がですね赤く腫れるとか痒くなるとか、そういった局所のちょっとアレルギーの反応みたいなものを訴える方が中にはいらっしゃるのと、あと副作用ではないんですけれども、やっぱり排卵誘発剤なので卵胞を刺激するので、お腹が張った感じがするとか、少し苦しいとか、そういった感覚をね言われる方がいますけれど、それはちょっと副作用とも言えないんですが、注射の、一つのね反応として、生じる場合があります。そうですね、これもやっぱり個人差が大きくて、体重がね重い方であってももちろん問題なくできる場合があります。ただ一般的に体重が増えるとですね、卵胞の発育がですね悪いケースが多いので、例えば使う薬の量が増えてしまうっていう問題があったりとか、あとどうしても採卵というね手術をするのでやっぱりある程度体重コントロールされてる方がやりやすいし、
実際にですね卵子も体重を落としたことで良くなったっていう方がいらっしゃるので、できなくはないんだけれども、ある程度のやっぱり、努力はねしていただいた方がいいかなと思いますね。うん、確かにですね、大体精子の運動率っていうのと濃度がバランス取れるのが大体禁欲4、5日と、これ昔からそういうふうなことを言われてるんで、意識されるんであれば採卵の、そのぐらい前から禁欲期間を持っておいた方がいいかもしれないのですが、正直必ずその期間でないといけないということはないし、採卵がもう近づいてしまった時に無理やり例えば前もってね射精する必要もないかなとは思っています。うん、大体はそのぐらいの期間が一般的にはね推奨されてはいます。最後で、個人差もありますが、大体初回の誘発の仕方で平均1から2個で、もう少し刺激をちょっと強くした方法で、平均的には4、5個っていうのが一つなんですが、先ほどの多嚢胞性卵巣の方のような場合は、どんなに注射の量とかを制限しても一気に10個ぐらい取れることもあるので、そこら辺は多少のね差はありますが、おおむね1、2個から3、4個ぐらいというふうになると思います。はい。